動画をご視聴いただきありがとうございます。メロカンです。今回の動画では目隠しフェンス DIY の着工から完成までを爆速で見ながら各工程の費用を計算し、トータルでいくらかかったのかを公開したいと思います。かなりボリュームのある作業を超高密度に圧縮した内容になってますので、とりあえずざっくり作り方を知りたいという人はこの動画を見ていただき、各作業工程を詳しく知りたい人はメロカンの再生リストからご視聴いただくのがおすすめです。ということで早速作業の様子を爆速で見ていきます。過酷すぎる穴掘り作業から開始です。我が家の地中には大きな石がゴロゴロ埋まっていて、スコップで掘ることは不可能だったのでハンマードリルを購入しました。ハンマードリルは Amazon のよくわからないメーカーのものを7000円ほどで購入しましたが、めちゃくちゃ役に立ちました。これは本当に買ってよかったです。ちなみにハンマードリルは目隠しフェンス DIY に必須ではないので、今回かかった費用には含めていません。やっとの思いで掘り終えた穴に砕石を巻いた時はものすごく複雑な気持ちになりました。しっかりした地盤を作るため涙を飲みながらダンパーで突き詰めました。さらに強度の高い基礎を作るために鉄筋を組んでいきます。鉄筋は直径 10mm で 5.5 メートルのものを2本購入し736円と、そのままでは運搬できないので鉄筋カット代に300円かかりました。鉄筋を固定するための結束線は2束で302円、結束する道具のハッカーは1134円でした。初めての作業で慣れるまで全然うまくいきませんでしたし、鉄筋も直角に曲がっていなかったり錆びていたりと突っ込みどころ満載です。最後の方はスムーズに結束できるようになり、とてもいい経験になりました。鉄筋の下に置くスペーサーブロックは50個入りで750円です。続いての作業はレーザー墨出し機で高さを確認しながら木枠を設置しました。木枠に使用したコンパネは1枚1925円もしましたが、最終的にコンクリートから取り出せなくなり大失敗に終わりました。完全に無駄な出費です。これも人生初の経験だったミキサー車の発注。当日雪が降って絶望しましたが、奇跡的に天候が回復しました。生コンの量は 1.25 リュウベイ頼みましたが、めちゃくちゃ余ってしまい自転車置き場に流しまくったのはいい思い出です。小口割増料金、車両指定料金、走行在来などが含まれて生コン打設にかかった費用は 36,712 円でした。生コンの空気を抜くために使用するバイブレーターは知人に借りることができたのでプライスレスです。これをやることでコンクリートの密度が全然違い強度がアップします。コンクリートは最終的に土に覆われてしまうので、表面の仕上げは軽く濡らして終わりです。続いて庭の傾斜をなくすために2段のブロック塀を施工しました。コンクリートブロックは C12 を40個購入し7120円かかりました。モルタルは砂とセメントを混ぜた方が安く済みますが、かなりの量を作らなければならないので水を混ぜるだけのドライモルタルに逃げました。ブロック積みが大変すぎてどれぐらい使ったのか正確に覚えていませんが、5袋と仮定して費用は3465円です。使用したハンマー、水平器、コテなどは前から持ってる道具なのでノーカウントとさせていただきます。ブロック積みは水糸を張って高さを合わせる人が多いと思いますが、私の場合はブロックを置く際に水糸をずらしてしまったり失敗した経験が多いので、レーザー墨出し機を使用しています。使用しているレーザー墨出し機はドーバー HC3-360G というかなりレーザーの高度が高い製品ですが、それでも晴天時の屋外ではレーザーがはっきり映らないことがあるので工夫が必要です。ブロック積み作業ではコメント欄から視聴者様にご指摘いただき、初めてブロックに上下があることを知りました。これで掘り起こした土をやっと戻すことができ、土留めとしての施工は完了です。
続いてフェンス部分の準備として単管パイプ2メートルを10本購入し 12,980 円の出費です。パイプの汚れを取り除くためのパーツクリーナーが298円、塗料を乗りやすくするための下地として購入した密着ロンマルチ1リットルは2276円しました。塗料に使用したカインズのエクステリアカラーズは2キロで2880円です。単管パイプに木材を取り付けるためのサドルバンドが20個で660円、単管用のキャップは単管 DIY ランドというネットショップにて10個で1430円でした。これで柱を立てる準備が整いましたが、その前に一輪車にこびりついたモルタルを砕き、ブロックの穴を少しでも埋めていきます。処理に困っていた単管パイプの端材もブロック塀に入れてしまえば強度も上がって一石二鳥です。長い下積みが終わり、ようやくフェンスらしい工程へと進みます。またレーザー墨出し機を使ってざっくり単管パイプの高さを合わせていきます。低いところには砂利を入れて高さを調整しました。モルタルで固める前にパイプを養生テープで保護します。養生テープを数日放置すると剥がす時に塗装が持っていかれて貼らない方がマシだったということになるので注意が必要です。モルタルを詰め終わったら固まる前にパイプの垂直を出します。両端のパイプが固定できたら水糸を張り、それを目安に内側のパイプを揃えていきます。パイプの固定には端材をカットしたお手製のくさびが活躍しました。パイプの位置、高さ、角度を完璧に合わせたら降下中にずれないことを祈りながら待ちます。降下中に誰かが触ったり蹴飛ばしたりしていないかなど考えてしまい、次の日を迎えるまでが気が気じゃなかったです。続いてフェンス部分の準備です。単管パイプに取り付ける下地部分の木材はサドルバンドを取り付けるのにちょうどいいサイズだった間柱を選びました。3000mm の間柱5本の購入で4385円。そしてフェンス部分に使う杉のノジ板は 1820mm のものを65枚購入しても1189円です。コスパ高すぎですね。ノジ板はサンダーでヤスリ掛けをした後、防腐剤を2度塗りしました。防腐剤はクレオパワーのライトオーク 1.6kg を2個購入し4356円です。塗料は何でもそうですが、少ない量を買い足すよりも最初から多い缶を買った方がトータルで安く済みます。だからといって多めに買って余らせてもしばらく放置してたら使えなくなってしまったこともあるので判断が難しいところです。防腐剤の塗装が完了したら、まずは下地を単管パイプに取り付けていきます。サドルバンドの固定はブロンズカラーの錆びにくいネジを選択。180本入りで598円です。ネジの中では割高な方ですが、塗料の色と馴染んでいるのでこれにして正解でした。サドルバンドは上下2箇所で固定しましたが、真ん中も取り付けた方がいいというコメントをいただきましたし、自分でもそう思ったので後で追加していきたいと思います。この時点では一部単管パイプの塗装が剥がれてしまってますが、これは想定の範囲内なので最後に塗り直しました。いよいよフェンスの取り付けに入ります。極細ビス180本入りを2箱購入して1856円です。これもビスの中ではかなり高くてコスパが悪く感じますが、通常のビスと比べて木割れ防止になりますし、仕上がりの綺麗さが全然違います。作業中に気づきましたが、極細ビスなら下穴のドリルも不要なので作業効率もかなり上がります。目隠しフェンス DIY にかかった費用は以上になりますが、せっかくなのでフェンスが完成していく様子をこのまま爆速でご覧ください。
フェンスを雨から守るために天面にはかぎをつけておきます。ケチって短い板を使ってしまいましたが、これだと隙間から水が侵入してしまいそうなので、後でコーキングをしていただきたいと思います。ということで、土留めを兼ねた頑丈なブロック基礎の目隠しフェンスが完成しました。気になる費用の合計金額は94,352 円でした。細かい金額のズレはあるかもしれませんが、確実に10万円以内には収まっています。コツコツ施工していたら半年以上かかってしまいましたが、業者さんに頼むよりもはるかに安く済ませることができました。今回は基礎を鉄筋コンクリートにしましたが、ただ独立基礎用のブロックでフェンスを立てるだけであれば、生コン打設費3万6,000円やコンクリートブロックの7,000円も不要なので、さらに安く済ませることができます。これからフェンスを施工したいという方は、ぜひ安全面に気をつけて頑張ってください。今回の動画が少しでも参考になっていたら嬉しいです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、いいね、コメントなどから応援していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。